なんかやたらと自分の持ち味とか個性をやたら気にする人が、多いように思うんですが、どうなんでしょう。僕は気にしたことないんですよ。でもね、これは気にしてますね。例えばアニメーターとして僕の同世代で僕より上手い人っているわけですよね。その人たちと同じ競技で同じ勝負したら多分一生勝てないってなんとなく思ったんです。同じことやっても。だから個性というか自分の持ち味というか、今度逆に言うとその自分と同じ同世代のアニメーターの人たちが逆にできないようなことってなんだろうっていうね。でもこれってよくよくですね、僕は一応アニメーターという、あるいはアニメ業界である程度上を目指すという、競技ですよねを、ある程度やってたからこそ上には上がいるなっていうのが分かるわけですよ。だから何かそういうですね、ある程度の最初ですね、特定のある程度分かりやすい形のですね競技をまず戦ってみて、その間にですね自分の特性が分かっていくので、それこそ自分の個性がですね徐々に分かってくるんですよね。何もやってない人が自分の個性なんか分かるわけないよ、そもそもね。自分の、個性って言葉が俺そもそも嫌いだから、特性とか性質とか適性っていう方がね僕は正しいと思うんですよ。だから最初から個性的であろうなんて本当愚かなんですよ。愚の骨頂なんですよね。なのでまず自分が面白そうだなって思うですねものっていうのはもうある道なんですよ。もう完成してる道なんですよ。漫画道というかアニメ道とかイラスト道というですね、もう先駆者がいてもう舗装されてる道なんですよ。じゃないといきなり僕こっち行きたいって言ってですね、何にも道ないですよね、こっちね。これ何もない道をですね行きたいですか皆さん。ここ歩きたいですか？これ歩きたくないよね。で皆さんがやりたいと思うことっていうのはこの舗装された道なんですよ、ね。舗装されてれば進みやすいじゃないですか。もうノウハウがはっきりしてて、だいたいこの先行くとどのぐらい儲かるかとか、あるいはどのぐらいのプレイヤーになれるかっていう予想がつきますよね。まずはそれ進んだ方がいいんですよ。いきなりですねここ行くよって、俺もうここにもう道なき道をですね勝手にこの藪をですね切り裂いていきますよって、すげえ効率悪かったりとか、すごい体力がいったりとか、すごいアイディアが必要なんですよね。なのでまずは舗装されてる道をちゃんと進む。でそもそもこの道とは何なのかとね。アニメーターだったら絵を動かすこと、そしてキャラクターを似せること、頭身が合ってること、空間に載せること、ルールがあるんです。漫画だったらやっぱネームだったりキャラの立て方だったりとかね、こう見開きの小回りで見せた時のみたいなね、ルールがあるんですよ。まず最初はですね、やっぱりある程度誰かの真似というかパターンを吸収するのがいいかなと思います。というのもですね、例えば子供ってさ、親の言葉を覚えますよね。日本に住んだら日本語を話すし、その家庭環境によってみんな言葉って変わりますよね、ある程度ね。というようにまず自分が赤ちゃんだとしたら、親あるいは周辺の言語を手に入れて自分の感情を表現しますよね。でこれを絵の世界に置き換えたら、何も書けない、書いたことない技法を知らない、どっから始めたらいいんだろうっていうのはですね、もうバブバブしか言えない状態ですよ。なんか楽しいとかつまんないぐらいはですね多分表現できるんですよ。だけど細かいですね、心の機微というんですかね、部分はですね一切表現できないんですよ。これがですね、まずは頭身をですねちゃんと頭の、サイズに対して体どのぐらいなのか、全身の比率、そして顔の比率ね、要するにキャラクターのアニメや漫画などのですね自分が描きたいであろうジャンルの素体の基本比率はまずは抑える。でまず立ってる人を描けるようになる。それによって初めてキャラクターをそこにね一つね作ることができるんですよ。でその基本形が分かって初めてそれを怒らせたり笑わせたり、眉毛や、目や、口の形なんかを変えてしてくれるんですが、この時にどういうふうに顔を歪ませたり変えたりしたらいい感じになるんだろうっていうのはですね、絵と言語ってマジで同じです。自分の好きな漫画やアニメやイラストから持ってきてください。こういうふうにすると怒ってるような、あるいは好きなわけですよ、そのコンテンツを。だからどんなシーンでどういう時にどんな顔してんだろうってねあるじゃないですか。
まあ僕もね本をいっぱい出してる人なんであまり大声では言えないですけど、へったくそなですねノウハウ技巧書買うぐらいだったら自分の好きな作品コンテンツ穴が開くほど見てくださいただそれだけでは意識に落とし込めない、どこをどう見たらいいのかわからない、その取っかかりがわからないという方はですね、まずアニメシルクの本を買ってからですね、また他の本もねお手に取っていただけたらですねいいのではないかという軽い宣伝ですが、だから自分の好きな絵をやっぱり一番参考にするのが僕は一番いいと思いますけどね。人生ってそんなにですね無限にないんで、そこに着くまでにですね体力が力尽きてですねちょっとすごい時間が無駄になっちゃいますね。その時に上手い人の絵っていうのがですね目的地なんですよ。もうそこにいる人がもうねアニメで上手い絵を描いてる人がいるんですよ。だったらその上手い人はどうやってその上手い絵描いてんだろうっていうのをひたすら考えて、その人の何かしらのねヒントがあればですねそれを真似して描いてみて、僕の本ってどっちかというとそういう本なんですね。僕なりに上手い人とはこのようにな意識で書いてますっていう分析書に近いんじゃないかなと思います。そういう手引き書にはなってるのかなと思いますね、自分のノウハウ本がね。なのでぜひ、自分の好きなですね目標とする人の絵と僕のノウハウ技巧書ですね一緒に並べて絵の勉強してもらうのが多分一番いいんじゃないかなというような気がしますが、さっきちょっと言葉の話になったけれど、自分がこういう風になりたいっていうようなその人のイメージで書くんですよ、ね、でそれは、最初一人が割と分かりやすい。その一人の人をですねこう追っかけていろいろやってる間にだんだん飽きてくるんで、じゃあちょっと飽きたからちょっとまた別の人を目指そうかなみたいな感じで、そんな感じでやればいいと思うんですよね。まずこの人みたいに描きたいなというのを見つけて、その人みたいに描いてみる。これがですね赤ちゃんがまるで親のね言葉を覚えるようにですね、それと同じなんです。それで初めて自分の思ってるものっていうのを表現できるわけですよ。